はい、セリカさんです。今回はガンプラや蛍光塗料に使う場合のブラックライトの波長について軽く解説します。Amazon プライムデーも近いので、そこを狙ってブラックライトを買う予定の人には特に気をつけてほしい内容となっています。それでは解説していきます。販売されているブラックライトの波長には主に395ナノメーターと365ナノメーターがあります。他にも違う波長のものもありますが、Amazon で検索すると大体この2種類が多く表示されるので、今回はこの2つの波長の商品で解説します。まず395ナノメーターのブラックライトの特徴ですが、安価で買いやすく、普通の電池や USB 給電で使用できるものが多い印象です。小さいものなら1000円以内で買えるものもありますね。映像の商品を購入した時は1580円でしたが、現在は取り扱いがなくなっていました。次に365ナノメーターのブラックライトですが、こちらは値段が高めの商品が多いです。映像のブラックライトだと4398円で購入しましたが、これも取り扱いがなくなっていました。この商品の場合の電池は付属していたリチウム電池を使用しています。ここからはガンプラにブラックライトを当ててどんな違いがあるのか解説します。最初に塗装をしていない RG フルセイバーのトランザムクリアカラーにブラックライトを当ててみます。395ナノメーターのブラックライトを当てるとビームエフェクトパーツがグリーンに発光しました。このようにブラックライトを当てるとエフェクトパーツなどが発光したりします。次に365ナノメーターのブラックライトを当ててみましょう。こちらのブラックライトを当ててみるとガンプラの外装パーツがオレンジに発光してくれます。もちろんビームエフェクトパーツもしっかり発光しています。このように波長の違いによって見た目にかなり影響が出るようになります。次に HG ムーンガンダムにも同じようにブラックライトを当ててみます。このガンプラの場合は胴体の紫パーツに注目してみてください。ちなみにこのガンプラはところどころ塗装していますが、紫のパーツは艶消しだけやっています。まずは395ナノメーターのブラックライトですが、紫のパーツはそのままの見た目となっています。ディティールには蛍光塗料で墨入りしているので、そこは発光しています。次に365ナノメーターのブラックライトを当ててみます。こちらを当てると紫のパーツがオレンジになりました。表面には艶消しのみ吹きかけているだけで特殊な塗装とかはしてないです。クリアカラーだけでなく、普通のガンプラでもこんな違いが出てきます。次は蛍光塗料を塗装した場合の違いについて見ていきます。映像の HG ガンダムルブリスクリアカラーには蛍光クリアという塗装で墨入れをしています。これにブラックライトを当てるとどうなるのか確認します。蛍光クリアは普段は透明で、ブラックライトを当てると発光する特徴があり、395ナノメーターのブラックライトを当ててみると青白く発光してくれます。発光の強さなども特に問題なく、実物でもしっかり明るいです。次に365ナノメーターのブラックライトの場合は同じ色味で発光しますが、こっちの方が明るめに発光しています。経験上ですが、この蛍光塗料に限らず365ナノメーターで照らす方が明るいことが多いです。明るすぎて逆に見づらくなったりするので、365ナノメーターの方が絶対にいいということはないです。最後に HG アバランチエクシアに塗装したマジックルミノペイントという蛍光塗料でも確認してみます。この塗料をガンプラ全体に塗装していますが、乾燥したら透明になる特徴があるので、パッと見は塗装されているように見えないようになっています。これに395ナノメーターのブラックライトを当ててみると、わずかに塗料が反応してくれています。赤色に発光する塗料なのですが、紫のような見た目で反応しちゃってます。でもこれはこれで面白い見た目になっていると思います。次に365ナノメーターのブラックライトの場合ですが、真っ赤に発光するようになります。さっきとは全く違う見た目で、とても同じ塗料だとは思えないですね。このように365ナノメーターじゃないとしっかり発光してくれない塗料もあるので、蛍光塗料を買うときは塗料メーカーに確認しておくことをお勧めします。ここまで見てくれてありがとうございました。ここで紹介したのは一例なので、他のガンプラや塗料がどんな反応するかは実際にやってみないとわからないです。どっちの波長のブラックライトがいいとかはないので、目的や値段を考えて購入してください。それではご視聴ありがとうございました。